皆さんこんにちは。今日は初めてのバンクショットシステムです。ゲーム中もうバンクしかないという場面で迷わず自信を持って決められたら最高ですよね。そのために知っておくと便利なのがシステムです。今日は数ある中でも有名なバンクショットシステムについて5分でレッスンをしていきます。やり方だけでなく注意点や応用についてもお話をしていきますね。早速ですが、こちらがバンクショットシステムです。最初数字が多くて分かりにくく見えますが、よく見ると上は左から10の倍数、下は4の倍数になっています。的玉が走るラインが上と下の同じ数字を結んだラインに乗っていれば跳ね返ってポケットに向かうと考えてください。例えばこの玉はこのラインに乗っていますから、このポイントに向かってつけばいいということになりますね。実際の狙い方です。このような配置だとしますね。まずは的玉がどのラインに乗っているか考えます。わかりやすいラインに乗っていない場合は近いラインを考えます。この場合は10と12のラインが近いですね。その間だから11かなという感じです。次に的玉がそのポイントに向かうようにつきます。手玉の位置がラインからずれていた場合はイメージボールを考えましょう。手玉をここに当てることで11の位置に的玉が向かいます。数字が覚えにくいという方はですね、まずは10のところを覚えましょう。これは上が1ポイント、下が 2.5 ポイントのところです。一番数字が覚えやすいので、まずはここの練習をしてだんだんと他の数字も覚えていくといいですね。実際にやってみると最初は全然思ったようにならないなということが多いと思います。実はシステムというのは知っているだけではダメで、その特徴を踏まえながらシステム通りになるように練習するものなんですね。このシステム通りにするために大事なのは1、強くつく。このラインはよく見ると入射角イコール反射角ではなく、反射角の方が狭くなっています。強くつくことを前提としているんですね。2、ひねりが入らないようにする。手玉に回転がかかっていると、その回転が的玉に伝わって的玉のラインが変わります。最初はひねりが入らないように練習しましょう。慣れてきたらシステムを基準として応用を聞かせていきます。邪魔な球などがあって的玉が跳ね返るラインを変えたい場合ですね。その場合は力加減やひねりなどを使って変えていきます。弱い場合、ひねった場合でそれぞれこのように変わります。今日は参考としてご覧ください。先ほどの配置ですとこのように狙いたいですね。そのためにもっとクッションの左を狙い、かつ手玉の左をついてひねりを乗せ、的玉が跳ね返るときに詰まらせるということになります。基本ができるようになったら徐々に試していきましょう。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。先ほどのサイドポケット以降の数字についてはこちらになります。手元にデータを置いて練習したいという方もいらっしゃると思いますので、ノートというサイトにデータを置いておきます。よろしければダウンロードしてお使いください。はい、ちなみに私もですね、初めてバンクショットシステム見たときは目がぐるぐるってなりました。ですので、ぜひ10のところからね、気軽に試してくださいね。楽しく練習してどんどん上手くなっちゃいましょう。はい、それでは今日はここまでにします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。